では、VT グラフと加速度について説明します。VT グラフの V は速度を表します。T は時間を表します。このように、縦軸が V、つまり速いか遅いか。一番下の0のところは止まってる。で、横軸が時間。どの時刻に、例えば車だったら、その車の速度はどうなってるかっていうのを表したのが、この VT グラフです。VT グラフの傾き。この VT グラフの傾き。傾きっていうのは、横軸が1進んだら、縦軸はどれだけ進むか、それを傾きって言ったよね。この VT グラフの傾き、つまり、1秒でどれくらい速度が大きくなったか、それを加速度と言います。XT グラフの傾きは速度と呼ばれました。1秒でどれだけ位置が変化するか、それを速度と言いました。今回の VT グラフの傾きが加速度です。1秒でどれくらい速度が変化するかを表したものです。ちょっと単位の書き方をかっこよくこれから変えます。1メートル毎秒をこんな風に書きます。1メーターパーセカンドとも呼ばれます。1メートル毎秒。これが秒の意味です。で、速度が1秒で1メートル毎秒大きくなるとき、加速度は1メートル毎秒毎秒って言います。1メートル毎秒毎秒。変な単位だけど加速度の単位です。それでは問題です。はじめ、速度1メートル毎秒で走っていた車が一定の加速度で加速した。その結果、10秒後に速度が11メートル毎秒になった。この車の、この加速した時の加速度を求めなさい。1秒でどれだけ速度が大きくなるのかなっていうのが加速度でした。今回、はじめ1メートル毎秒の速さで走っていた。で、10秒経ったら11メートル毎秒の速さで走るようになった。10秒で10だけ速度が大きくなった。ね、10秒で速度が10メートル毎秒増えていた。ね、ってことは、1秒で速度が1メートル毎秒増えることになりますね。この車の加速度は1メートル毎秒毎秒となるわけです。1が11になった。ね、プラス10された。10秒でプラス10された。ってことは、1秒でプラス1ずつだよね。加速度の単位は、メートル毎秒毎秒っていう少し変な単位でした。これは、メートル毎秒っていう単位を使っている速度を秒、つまり時間でもう一回割ってることを表しています。我々は単位時間あたりの変異、位置の変化を速度と定義しました。そしてさらに、単位時間あたりのその速度の変化を加速度と定義したんです。当然、現実にはこの加速度すら変化します。だけども、この単元では、高校ではほとんどすべて加速度一定の運動を扱います。